皆さん、こんにちは。ヒロのポッドキャストのお時間です。皆さん、お元気にしておりますでしょうか？今日はですね、ポッドキャストを撮っておりますのが、2月の3日でございます。一般的にはですね、今日はテーマにもなっております、節分の日でありますが、実はですね、2025年の節分が昨日2月2日だったようでございます。これは暦の問題上ということでですね、これ私知らなかったんですけれども、皆さん知っておりましたでしょうか？何年かに1回はですね、1日前倒しになるということが節分にはあるということでですね、知らなかったなと思いまして、ま、そんなですね、日本人であったとしても節分についてなかなか知らないこともたくさんあるなと思いましたので、今回のテーマ、節分について皆さんに簡単ではありますけれども、ちょっとポイントを押さえてお話をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、節分なんですが、皆さんももしかしたら名前ぐらいは聞いたことある人も多いかもしれませんが、日本の伝統行事の一つであります。冬からですね、春への季節の変わり目に行われるというふうになっていまして、冬から春ということで、2月はですね、北海道は全然まだまだ冬が続くところではあるんですけれども、昔からですね、春になる前に、行うですね、伝統行事ということで、内容としては、悪霊を追い払って、福を呼び込むために豆をまくというのが基本的には節分のイメージかなというところで、悪霊というのが、いわゆる、悪いもの、その何か実際に触れるものではなくて、こう、イメージっていうんですかね。こう、悪霊っていう、悪いものを、豆を使って、こう、追い払うと。そして、福っていう、こう、いいもの、幸せとかですね、健康とか、その人々によって、福っていうのは違うんですけれども、それを呼び込む。そういった行事を行うのが、基本的には節分というふうに言われております。皆さんの国にもですね、こういったことありますでしょうか？もしあればちょっと教えていただければな、なんて思っております。で、日本の節分では、豆をまくんですけれども、基本的には、大豆を、煎って、火にかけてですね、それを、まくというのが、昔ながらの、節分というのがあるんですが、実際ですね、その大豆を買ってきて豆を煎ってそれを使って節分をやる家庭って私の知ってる中ではあんまりいないかなという印象があります。その代わりに、スーパーとか、あの、さドラッグストアとかですね、で売っている、お菓子コーナーに売ってるような豆を使って節分をするという家庭の方が多いのかなという印象を受けております。実際ですね、うちも昨日やったんですけれども、やっぱりお菓子コーナーにある豆を使って、豆を、まかなかったんですけどね、正直。食べたというのを節分としてやっておりました。で、子供のいる家庭だと、うちはまだちょっと小さいのでできていませんが、親がですね、鬼のお面をして、子供に、近づいていって、で、子供は、近づいてくるその鬼に向かって豆をぶつける。なんていうのが一般的な、家庭でよくある光景かなというふうに思います。で、豆をですね、投げてぶつけるので、当然鬼役をやっているですね、親御さんは痛いっていうところもあると思うんですけども、掃除もですね、大変というところではあって、なかなかですね、やらなくていいかなっていうふうに思うご家庭もあるかもしれませんが、やっぱり家族の思い出の一つになる行事でありますので、ぜひですね、その1日ではありますけれども、豆を買ってきて、で、あと豆を買うとですね、こう、鬼のお面って基本的には、無料で、あの、うもらえるというのがありますので、で、それを、
一緒にですね、子供と一緒に選んで、節分を楽しむというのをやっていただくといいのかなと思います。ただですね、子供のいるご家庭だとですね、なかなか、注意しなきゃいけないこともありまして、特にうちみたいに小さい子供がいると、豆を食べて喉に詰まってしまうっていう、いわゆる誤嚥っていうのがあるんですけれども、子供のそういった事故ですね、っていうのがたくさん、といいますか、複数件、挙げられるっていうのがどうもあるようでして、医療機関からですね、節分の時期には、そういった子供が間違って食べないように注意してくださいねっていうような情報が出てたりしていますので、小さい子供が食べるときには十分注意。特に小さい子供は食べさせないというのを徹底していただきたいなというのが、こちらですね、注意情報としてあります。またですね、今、豆まきの話をしたんですけれども、節分にはもう一つですね、代表的なものとして、特定の方向を向いて巻き寿司を食べる恵方巻きという習慣があったりします。で、巻き寿司って何って話なんですが、皆さんお寿司は食べたこととか、見たことあるかもしれませんが、それとはちょっと形が違いまして、海苔の中にご飯が入っていて、それを、いくつかのですね、種類の、具材を入れて、くるくるっと、丸くですね、円柱状に丸めたもの、できれば検索していただくと画像がですね、出てきて、すぐわかるかもしれませんが、そういったのを巻き寿司と言います。で、これを特定の方向を向いて食べるっていうことを節分ではしまして、これが恵方巻きというですね、習慣であります。で、この特定の方向ってどこって話なんですが、これがですね、毎年方向って変わるんですね。で、ちなみに今年は、西南西ということで、ほぼほぼ西なんですけど、若干南っていう方角、西南西っていうんですが、そちらが今回は、特定の方向、これ恵方と呼ぶんですけれども、こちらがですね、西南西、今年の特定の方向というふうに定められておりました。で、そちらの方を向いて、で、先ほど言った巻き寿司、恵方巻きを食べるんですけれども、この時にルールがありまして、自分の叶えたいこと、いわゆる願い事を心に秘めて、口に出さないで心に秘めて、黙って一気に食べる。こういうですね、ルールがあります。そんな黙って食べるっていうのがですね、なかなか国によってはないかもしれませんが、これがですね、日本の節分の恵方巻きを食べる際のルールとなっていまして、黙って一気に食べると、それから、いいことがたくさん起きるというふうに言われております。で、このですね、恵方巻きなんですけれども、最近は実はコンビニにもですね、売られていまして、手軽にですね、食べることができるっていうものもありますし、あとはですね、ご飯と海苔と、あと具材が入っているというお話をしましたが、実はそれに代わって、ロールケーキですね、いわゆるスイーツのような形をしているというか、スイーツでできた恵方巻きなんていうのも実は出てきたりしていまして、節分の文化って長いんですけれども、時代とともにですね、そういった、動きというか変化もあったりしております。ぜひですね、日本に来た際もそうですし、動画を見ていただいたときに、もしですね、見ることがあれば、これがあの時言ってた節分のことなのかな、なんていうふうに思っていただけたら、よりですね、日本のことをより知っていただいて、いい国だなっていうふうに思っていただければなと思って、今回、ポッドキャストで節分についてお話をさせていただきました。さあ、簡単にではありますけれども、今回はですね、ポッドキャストで節分についてお話をしてみました。
ぜひ皆さんからの感想ですとか、他にもこういうところでどうなのかななんていう質問がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ヒロでした。